歴史をまさしく知らせる男。レイチェルです。日本の内田正俊弁護士は、和田春樹東京大学名誉教授たちと一緒に、韓国は敵か。韓国に対する輸出規制を直ちに撤回するよう促す声明を出しました。この映像は1時間30分が超える映像だが、簡単に要約して話をします。日本の新聞ハーバービジネスオンラインに掲載された記事でもあります。対北輸出規制を直ちに撤回すべき徴用工問題はどのように進むのかというタイトルで上段にあります。日本が韓国の輸出規制を強化して約1ヶ月が過ぎた。韓国政府も今月12日、輸出管理手口で日本を除く韓日関係は悪化の一途をたどっている。このような中、和田春樹東京大学名誉教授らは7月下旬、韓国に対する輸出規制を直ちに撤回するように求める声明韓国は敵認可を発表した。8月31日には在日本韓国 YMCA で集会を開催する予定だ。声明を出したある妻で中国人の強制労働問題を和解に導いてきた内田正俊弁護士は、日本政府は韓国に対する輸出規制を撤回しなければならない。徴用工問題については、加害の事実を認めて謝罪し、将来の訓戒のために歴史教育に力を入れなければならないと指摘する。日本は7月4日、フッ化水素など半導体材料3つの韓国輸出規制を強化した。追加で今月2日には、ハンファ伊藤裕国から韓国を除外すると決定した。これはいわゆる徴用工問題に対する報復措置とみられる。昨年10月、韓国最高裁に該当する最高裁は新日鉄住金、一方、韓国人原告4人に4億ウォン約4000万円を支払うよう判決を下した。原告らは第二次世界大戦中に強制労働をさせたと訴えた。日本国内ではこの判決に対して反発する意見が続出した。1965年に基本条約とともに結ばれたいわゆる請求権協定に反するということだ。しかし内田弁護士は請求権協定で国家の外交保護権は放棄したが個人請求権は放棄しなかったと指摘した。日本は正しい視点で歴史を正しく理解して反省しなければなりません。こんな反省のない民族は発展もありません。歴史を失った民族には未来がないと言いました。なんと言って反対のための反対ではない。嫌な理由がただ嫌ではない。目を開いて歴史を正しく知って目覚めることを願います。以上レイチェルでした。各国の皆様に真実が伝わるように多くの文と購読の可否をお願いします。ありがとうございます。